こんにちは。ケケです。今回は以前こちらで紹介した、ゼロ戦のアップグレード版の紹介になります。無限ロケットで高速化し、機銃を再現してより戦闘機らしい仕様に仕上げました。21パーツ以内に抑えつつ、見た目と機能を両立させるのは難しかったですが、今までの私の技術の集大成になったビルドになります。今回は無限翼や無限ギア、祠素材の強奪、新式旧リンクなど、様々なバグ解説も含めているため、動画時間がえげつないことになってしまいました。概要欄にタイムスタンプを作成しておきますので、バグ解説などが不要な方は、必要な箇所まで飛ばしてご覧ください。それでは早速無限翼編に参りましょう。無限翼を取得するにはいくつか準備が必要です。どこでもいいのですが、魔物の拠点などで檻のブループリントを入手します。適当な素材を檻に接着して、ブループリントの履歴に登録します。心配な方はお気に入り登録しておくといいです。はい、このように履歴に残れば OK です。そしたら最果ての島に馬を連れて行きたいので、ハテール海から近い馬宿へ向かいます。一番近い双子馬宿に向かいたいので、初手の祠にワープします。馬宿に着いたら、馬を連れ出し、必ず引っ張りハーネスに変更しておいてください。それでは南の湾に向かいます。長いのでカットします。はい、着きましたら、檻のブループリントを出しておきます。そしたら馬を檻の中へ入れます。この時は馬を斜めにして ZL で注目しながら移動すると、入れやすいと思います。引っ張りハーネスを檻に接着しておきます。台車、浮遊石、ロケットを取り出し、台車で檻の入り口を塞ぎ、馬が落下するのを防ぎます。同時に浮遊石も檻につけておきます。浮遊石を起動して、ロケットを檻に接着します。これで馬を最果ての島まで運びます。この時の注意点として、必ずロケット側を掴むこと。浮遊石ではなく檻に接着すること。この2点に気をつけてください。檻や浮遊石を掴んで接着してしまうと、浮遊石の電源が切れて海に落ちてしまいます。また、浮遊石にロケットを接着してしまうと、傾いたりと、おかしな挙動をして最終的には落ちてしまいます。そのため、ロケットを檻に接着することを徹底してください。さて、着きましたね。馬が陸に接地したら手動でセーブを入れておきましょう。そしたらスカーナの前のこの位置で檻のブループリントを出しておきます。馬を中に入れ、ハーネスを檻に接着しておきます。こうすることで馬をスカーナに落とすことができるようになるみたいです。
檻を出しておきます。そしたら一つは檻を閉じるようにつけて、もう一つは上の檻にこのように接着しておきます。そしたら消滅防止のために、有形素材か星のかけらを接着しておきます。これで下準備は完了です。ミニチャレンジを受注しに行きましょう。ホバーバイクなどで向かうのが手っ取り早いです。ここからがかなりの難関です。気合を入れて頑張りましょう。さて、目的地に着きましたら、ゾナウリアの翼を取り出し、裏返しておきます。翼の裏面に有形素材か星のかけらを接着して、回収したらミニチャレンジを受注します。はい、開幕即戻れこで止めます。単発弓で滑走路の前に浮遊石を設置します。こうすることで戻れこ解除後に落下するのを防ぎます。そしたら後ろにある翼を使って、先ほど履歴に登録していた裏向き翼を呼び出します。戻れこを解除し、ウルトラハンドで裏向き翼を滑走路の上に置きます。こうすることでミニチャレンジが終了しなくなります。翼と浮遊石を接着し、ロケットを使って檻の装置のところまでこの翼を運びます。この時の注意点として、必ずロケット側を掴んで接着するようにしてください。翼や浮遊石を掴んで接着すると、浮遊石の電源が切れて落下してしまいます。また、接着する際は浮遊石には絶対に接着しないようにしてください。浮遊石にロケットをつけると、つけるたびに角度が変わっていき、最終的にはリンク3が落下してしまいます。なのでそこだけは注意してください。檻に近づいたらロケットと戻れこを駆使して、位置を微調整していきます。この辺りまで来たら弓で浮遊石を取り出し、翼の後ろ側に浮遊石をつけます。そしたら前の浮遊石は外しておきます。あとはこの檻に翼がちょうど乗るように位置を調整します。前の檻に近いほど成功しやすいです。そしたら翼を檻の装置に接着しておきます。後ろの浮遊石を外し、いう素材を翼に付け直します。この時は翼から降りないように気をつけてください。翼に有形素材を接着し直したら、適当な素材を2つ取り出し、接着してブループリントに保存します。この時は極上獣肉などの大きめの素材がやりやすいです。
カーナの中央あたりで先ほどのブループリントを呼び出します。現出した瞬間に戻れコで止め、ウルトラハンドで掴み、できるだけ直線で檻まで持ってきたら、檻に接着します。ブループリントの物体に戻れコをかけて、檻をスカーナの上まで移動させます。戻れコを解除したら急いで前の檻に飛び込みます。はい、普通に失敗しました。タイミングが遅いとあんな感じで、今ここを離れるわけにはいかないとなってしまいます。ちなみにこれは浮遊石を外し忘れたパターン。失敗です。こちらが成功パターンになります。前の檻に向かってジャンプしたと同時くらいに、戻れコを解除すると、今ここ判定の前に翼を降りた判定になり、このようにスカーナに翼を落とせます。あとはこのまま会話を進めずに着底するまで放置します。着底したら会話を進め、飛ばないを選択。辺りを見回して翼があれば強奪成功です。やりましたね。盾などにスクラビルドして持ち出せば、一番難しい無限翼編は終了です。お疲れ様でした。せっかく苦労して手に入れた無限翼を、なくしたら嫌だと思うので、装備増殖をして保険をかけておきましょう。増殖した翼も同様に無限の仕様になっています。まず榎田工務店の1階の部屋に、操縦桿を取り出して入れておきます。だいたいテーブルのあたりまで離れると消えます。再度近づくとまた現れるのを確認したら、ウルトラハンドで掴み、消失判定があった場所まで下がり、操縦桿を部屋の中に入れます。そのままスクラビルドを選択し、カメラを左下に向けてセットします。この時 LB を同時押しから ZL を、タタンというタイミングで押すと、稀にこのようにカメラが固定されます。これをスクラビルドしていない盾を装備した状態で行います。それではもう一度。カメラを左下に向けて、LB を同時押しから ZL。これはカメラが正面を向き直ったので失敗。はい、このようにカメラが固定されれば成功です。そしたら部屋に近づきながら L でマップを開きます。そのまま冒険手帳を開き、記憶を1回閲覧します。スキップし終えたらプラスボタンから縦欄へ行き、縦を外して、また装備し直します。メニューを閉じると操縦桿がこのように落ちるので、仮接着の成功です。そしたらウルトラハンドで高く持ち上げて数秒キープします。下ろしたら戻れコをかけて乗ります。この時操作はせずに、できるだけ操縦桿の前の方に行きます。十字キー左から操縦桿縦をポーチから出すのですが、出した瞬間 A 連打で操作し床抜け。床抜けを確認した瞬間 B 連打でキャンセルします。
ポーチから出した操縦桿盾を拾います。床抜けした操縦桿は操作も持つもできません。そのため近くの祠か、ある人はワープマーカーに飛びましょう。床抜けしたバグ操縦桿はなぜかワープしても消えません。安心してワープしてください。ちなみにこの状態ではゾナウサークルが出ませんが、バグを解除すれば戻ります。操縦桿を持ち、榎田工務店の部屋に操縦桿を入れます。そしたら仮接着した盾も部屋の中に置いておきます。この状態で増やしたい装備を装備します。ついでに剣や弓も増殖できます。厳密には増殖ではなく置き換えになるのですが、増やしたい装備を増やせるので便利です。弓は適当に大足の弓でも増やしますか。そしたらテーブルのあたりまで移動するとリンクさんが消えます。消えた状態でなくなってもいい装備に変更します。変更したらそのままポーチを一度閉じます。再度ポーチを開き、装備しているなくなってもいい装備をポーチから出します。メニューを閉じるとこのように装備が落ちてくる場合があります。このままではリンクさんが動けないので、記憶を見てスキップします。メニューを閉じた際にリンクさんが消える前に部屋に近づきます。するとリンクさんが現れます。ちなみに先ほどのタイミングで武器などが落ちなかった場合、リンクさんが現れると同時に武器なども出現する場合があります。このタイミングはランダムです。さて、無事に増やせましたね。もう一度翼盾を増やしてみましょう。増やしたい装備を装備して、リンクさんが消えたら、いらない装備に変更して、ポーチを閉じ、再度ポーチを開き装備盾を捨てます。またこのタイミングで落ちましたね。記憶をスキップし終えたらリンクさんが消える前に部屋に近づきます。装備を拾い、別な装備に変更して確定させます。これで無限翼を増殖できました。バグを解除するには、仮接着した盾を拾い、スクラビルドを削除すればバグは解除されます。ゾナウサークルも復活します。次は祠素材の回収です。では早速祠素材の回収に行くために、下準備として武器をズロッとしていきたいと思います。まず何でもいいので、榎田工務店の部屋に武器を捨てます。ちょうどテーブルのあたりまで来ると武器が透明化するのですが、近づくと現れます。これを確認したら、ウルトラハンドで武器をつかみ、消失判定があるあたりまで下がりつつ、武器を部屋に入れていきます。部屋に入れたら L でスクラビルド待機しつつ、カメラを左下に向けます。この時、L と B を同時押ししつつ、ZL を素早く、タタンというタイミングで押します。このようにカメラの視点が固定されたままリンクさんが盾を構えたら成功です。その場から動かずにマイナスボタンから冒険の記憶を2回閲覧します。ちなみに ZL を押した際に正面に向き直ってしまったら失敗なので、
最初の手順からもう一度行ってください。記憶を2回スキップし終えたら、プラスボタンから装備している盾を外して、また装備します。するとこのように武器が落ちると思うので、それを拾います。次はライク式のカリングバグを行うため、果ての村の残ミミカの祠にワープします。井戸の中に入りましたら、北西方向に進みます。取られないように武器と盾をこの辺りに捨て、操縦桿をこの辺りに出します。ライクが口を開け、下が脈動するのですが、数えて5回目の時に操縦桿に乗り込みます。今のは失敗。1、2、3、4、今。これは遅すぎて食べられなかったパターン。もう一度。1、2、3、4。今のは少し遅かったです。1、2、3、4。今。苦手。1、2、3、4、ここ。はい、このように飲み込まれても、リンクさんがいた位置にカメラが固定されていれば成功です。ライクの咀嚼もいつも以上に長くなるため、わかりやすいかと思います。しばしもぐタイム。また捕食行動に入るとリンクさんが出てくるため、さっき捨てた武器と盾を拾いつつ、井戸方面へ向かいます。このままだとゾナウサークルが出ないため、操縦桿を出して乗り降りし、通れるルーフで地上に上がります。で、地上に上がるとリンクさんが消えるので、操縦桿を出しておきます。これは別に消えてからでも大丈夫です。はい、リンクさんが消えましたら、十字キー右から仮接着した装備盾を捨て、そのまま盾の装備を変更します。そしたら記憶を見ながら操縦桿に近づきます。リンクさんが消える前に乗り込みますが、消えても再度記憶を見ながらトライします。乗り込んだ後、このように武器が透明化していれば成功です。そしたらライクをリスポーンさせるために、果ての研究所あたりまで行って戻ってきます。その間武器と盾は変更しないでください。着いたら引き返します。はい、今度は盾が取られるまで食べられ続けます。盾が取られたら OK。足元に盾が出現することがあるのですが気にしないでいいです。通れるルーフで地上に出たら垂直な壁に背を向けます。盾の
の装備を変更します。装備している武器をポーチから出して、このように透明化が解除されていれば成功です。それではレイクサイド馬宿近くの女獣の祠に向かいます。おっと、忘れてましたがこのズロット武器に、浮遊石などのゾナウギアをスクラビルドしておいてください。そしたらこの祠内の吊り橋がお目当てのパーツなので、ちょっと拝借していきましょう。まずズロット武器をこの辺りに投棄しておきます。次に吊り橋をウルトラハンドで持ち上げて初期位置から動かして、モドレコで浮かせている間に初期位置にズロット武器を割り込ませます。位置を記憶したら、ズロット武器をモドレコで戻し、橋の初期位置に配置できるようウルトラハンドで吊り橋を持ち上げます。吊り橋の初期位置にズロット武器が重なったら祠内のデータをロードします。ロードしたデータで背負っている武器はズロット武器のレプリカなので、適当に捨てておきます。はい、あそこでズロッとしている武器にモドレコをかけると、固定されているはずの吊り橋が落ちてきます。そしたらこの吊り橋はスクラビルドできないので、適当な素材を接着して、ブループリントに登録しておきます。あとは祠から出てブループリントで再現できれば強奪成功です。できましたね、お疲れ様でした。それでは準備が整いましたので、材料紹介です。炎の神殿で手に入る特殊形状のトロッコが1つ。ゲミミカの祠などで手に入るプロペラが1つ。同じくゲミミカの祠などで手に入るモーターが1つ。車輪をスクラビルドした松明が2本。左腕の蔵で手に入る大きなファンの羽が1枚。右足の蔵で手に入る軽い柵が1枚。女獣の祠などで手に入る吊り橋パーツが2枚。ジョンサウの祠で手に入るビート板が2枚。無限翼が1つ。作成時は普通の翼でも大丈夫です。雷竜の頭が1つ。操縦桿が1つ。以上になります。それでは早速、作っていきましょう。ではまず逆プロペラを作成するために、榎田工務店の1階に来ました。プロペラとモーターをこのような向きでつけます。モーターを持ちできるだけプロペラの中心につけます。いつものクイ式Qリンクではなく、より簡単で正確なカリング式Qリンクを行います。Qリンクの邪魔にならないように榎田看板は壊しておきます。
そしたらモーターを仮接着していきます。離れる時へ、近づくと現れるのを確認したら、ウルトラハンドで掴み、消失判定があった位置まで下がり、モーターを部屋の中に入れます。そのままスクラビルド待機したらカメラを左下に向け、LB 同時押しから ZL をタイミングよく押します。モーターの仮接着の場合はそのまま動かずに2回記憶を閲覧します。モーターの場合はなぜか部屋に近づくと、即座にスクラビルドされて失敗してしまいます。記憶をスキップし終えたらプラスボタンから縦欄へ行き、縦の装備を外して装備し直します。メニューを閉じるとモーターがこのように落ちてくるので、こうなれば仮接着成功です。先ほどのブループリントを呼び出します。杭を取り出し、プロペラの羽にこのようにつけます。なぜか外れる時がありますが、気にせず付け直してください。先ほど仮接着した盾を部屋の中に入れておきます。その状態で部屋から離れると、このようにモーターが消えます。近づくとまた現れます。このカリングと呼ばれる状態を利用して急リンクを行います。ウルトラハンドしながら、モーターが消える位置まで少しずつ移動していきます。モーターが消えたら、モーターのあった位置。今回でいうモーターの底の部分にプロペラを移動したいので、左右と前後がずれないように気をつけながら下に移動します。おおよそモーターの底の位置に来たら離し、その場から動かずに適当な素材を接着してブループリントに保存します。保存できましたね。そしたら部屋の中の盾を拾いましょう。そのままブループリントで再現すれば逆プロペラの完成です。杭式よりもかなりの時短になることがお分かりかと思います。その上ブレも少なく綺麗な逆プロペラができるのでおすすめです。ちなみに榎田工務店の部屋に入るサイズかつ、カリング可能な物体、もしくはミネル仮接着、およびカリカリ接着が可能な物体なら、杭式の旧リンクや圧着作用に変わることができるため、ビルドの難易度が一気に優しくなります。余談ですが、ブループリントで再現したものに、さらにカリング式旧リンクを繰り返すことで、さらに引き伸ばしたりすることが可能です。さて、続いては本体を作っていきます。追跡台車を9台出して接着しておきます。尾翼を作るので杭に羽を固定します。羽の下部の中心に柵を取り付けます。そしたら中心からずらして柵を杭に接着しておきます。浮遊石で上部を固定して、追跡台車で重しをします。何でもいいのですが、適当な素材を接着して、ブループリントで再現します。
あとはこの作業を繰り返して、羽を柵にめり込ませていきます。この羽と柵もスクラビルドできればさっきのカリング式9リンクが行えたのですが、そもそもこの2つの素材自体バグみたいなものなので、仕方がないですね。ちなみにカリング式の9リンクは制限が結構あって、えのきだ工務店やアッカレ砦跡のカリングスポットで、カリングできる物体に限られますし、そうでない物体はミネル式の仮接着とカリカリ接着を応用するのですが、物体が大きすぎるとカリカリ接着を行った際に、その使用上リンク3が消えたままになってしまい、ソフトロックがかかるということになってしまいます。また、カリング式9リンクは1つの物体までという制限があり、2つ以上カリングさせようとすると挙動がバグります。なので3つ以上の物体を9リンクさせるには、1つをカリング式で済ませてから、もう1つは追加でクイ式を実行する必要があります。まあ3つ以上の物体を同時に9リンクすることはなかなかないので、そこまで大きな制限にはならないと思いますが、それでもできることが制限されるのは少しもどかしいですね。でもカリング式の9リンクは私にとっては大きな革命になりました。はい、いい感じに尾翼が完成しました。このような形になれば OK です。続いては主翼を作っていきます。ビート板同士を貼り合わせ、翼を中心に取り付けるのですが、尻尾の部分がはみ出るように取り付けるといい感じになります。そしたら翼側についていない方のビート板を、一度外して翼側に接着し直します。このように各々のビート板が翼に接着されていれば OK です。それでは主翼の緩い V 字を再現するために、内側に重しをして角度をつけていきます。適当な素材を接着してブループリントで再現していきます。若干ですが角度がついて内側が沈んでいるのがわかると思います。これを左右両方とも行い、角度をつけていきます。パーツ数に余裕があれば、端パーツを一部採用して、2段階に角度をつけた逆ガル式の翼を再現できたのですが、機銃を含めると限界ギリギリのパーツ数でしたので断念。機銃を含めない構成であれば可能なんですがね。毎度言っていますが、接着数がきつい。さて、内側も程よく沈み込んできたら、裏返して外側の角度をつけていきます。内側と比べててこの原理を利用できるため、外側の方が角度がつけやすいです。これも明確に何回行えばいいという目安はなく、各々が納得いく形になるまで行ってください。そこまでこだわらない、もしくはこの作業が面倒だという方は、この作業をスキップすることを推奨します。操縦席から見たら大きな差はないので、あくまで私の場合は動画として出す以上、こだわっているだけなので、同じ回数行っても左右でズレが生じてしまうので、細かい調整などを行っていきます。ちなみに今回はビート板を使用していますが、動力はロケットを使う予定なので、質感をこだわる方は石板や鉄板に変えても良いと思います。ブループリントで再現すると、漏れなく全て同じ見た目になってしまいますけど、触れた時の音が変わります。さて、主翼が完成しましたね。
そしたら先ほど作っておいたプロペラを中心につけます。一応電気を流して回るか確認しましょう。大丈夫ですね。もしモーターの軸が干渉して回らない場合は、都度調整してください。位置の目安にするためにトロッコを置いておきます。先ほどの尾翼を杭で固定し、位置決めをします。吊り橋パーツをトロッコの幅で、尾翼側に接着します。反対側も同様です。杭を外し尾翼を取り付けます。トロッコを端パーツに接着し、操縦桿をトロッコに接着します。雷竜の頭をつけ、車輪を翼の角に取り付けたら、機体の完成です。ビジュアルはこんな感じになります。それでは無限ギアの準備を行いましょう。榎田工務店の部屋で仮接着を行います。操縦桿を部屋の中に出し、部屋から離れると操縦桿が消えます。近づくと現れるためウルトラハンドで掴み、消える位置まで下がります。スクラビルド待機している B から ZL をタイミングよく押します。記憶を1回閲覧するのですが、ここからが少しいつもと手順が違います。スキップしたらプラスボタンから縦ランへ行き、装備している盾をポーチから出します。違う盾を装備して、外します。メニューを閉じると、盾と操縦桿が落ちるので、盾を拾い、操縦桿をウルトラハンドで持ち上げます。下ろしたら戻れ子をかけて、操作します。十字キー左から盾の装備を変更するのですが、変更した瞬間床抜けするので、即 B でキャンセルします。このままではゾナウサークルが出せないので、別な操縦桿を出して乗り降りします。するとゾナウサークルが出せるので、床抜け操縦桿を縦にスクラビルドします。そしたらリンクさんの家に向かうので、ラシタキワカの祠にワープします。グラネッタさんに話しかけ建築を開始します。そしたらリンクさんが手に持てるギアを16個出します。ギアを持ち上げたら、プラスボタンから操縦桿盾をポーチから出し、違う盾を装備してメニューを閉じます。するとその場にいない判定になり、グラネッタさんに怒られます。この時に装備している盾を外してから操縦桿盾を拾います。でないとバグが解除され最初からやり直しになります。ギアを持ち上げ、操縦桿盾を捨て、違う盾を装備。怒られたら盾の装備を外し、操縦桿盾を拾う。これを15回繰り返していきます。この時一つでも手順を誤ると、バグが解除されてしまいます。よくある誤りとしては、盾の装備を外さずに操縦桿盾を拾ってしまう。操縦桿盾を捨てるのではなく外してしまう。操縦桿盾を捨てずに違う盾を装備してしまう。などが挙げられます。このあたりは気をつけて行いましょう。さて、16個目を持ち上げようとすると、このように持ち上がらなくなります。
この状態になったら装備している武器を変更します。すると足元に武器が出現するので、スクラビルドしていない盾にスクラビルドします。この時武器が透明になっていれば成功です。この状態で武器にスクラビルドしようとすると、ポロッと落ちます。この状態をコールドヒューズと言います。そしたら建築を終えましょう。無限ギアや SDC 操縦桿を作成する際はこのコールドヒューズを活用します。それでは実際に無限ギアを生成していきましょう。何でもいいので余っているギアを32個コールドヒューズします。10個ずつ行うのがおすすめです。32個コールドヒューズすると33個目から床抜けするようになります。この状態のギアは当たり判定がない状態になります。同時に消失の判定もなくなり、実質無限化します。では実際に無限ロケットを作ってみましょう。床抜けしないようにモドレコをかけておきます。モドレコがかかっている状態の時にコールドヒューズします。武器がついた仮接着盾を捨てて、ウルトラハンドで掴んでみると、当たり判定がなくなっています。試しに起動してみましょう。こんな感じで消失しなくなります。通常のロケットと比べてみましょう。はい、無事に無限化できていますね。ちなみに他のギアにも適用できるため、バッテリーに施すと、無限のバッテリーが爆誕し、ロケットと組み合わせることで永遠に飛び続けられます。ただ残念ながら無限化したギアは当たり判定がなく、無限化したギア同士を接着できないため、ビルドを組む際は注意が必要です。この無限ギアは仮接着盾さえ解除しなければ、ワープしても有効なため、32個コールドヒューズするところから実施すれば、どこでも無限ギアを生成できます。注意点は、仮接着盾を拾うときは、盾を装備していない状態で拾うことと、武器や盾を変更しないことです。それではいよいよ機銃の説明に入ります。材料は、光線の頭、雷竜の頭、上等ゴーレムのコア、モーター。以上の4パーツになります。では作っていきましょう。まずはモーターとゴーレムコアを接着します。できるだけゴーレムコアの中心に接着したいのですが、スナップポイントがないため難しいです。緑の影を参考にするといいと思います。回してみてブレがなければ OK です。大丈夫そうですね。
ブレがないとこのように安定して回転します。ちなみにブレがあるとこのようになります。安定感がなく動いてしまいます。そのまま飛ばす分にはいいのですが、機重をつけるとパーツオーバーのため、足は外しておきます。杭に固定したら、機体の下にモーターをつけます。ゴーレムコアが回転時に干渉しないようにうまくつけましょう。このように回れば OK です。そしたら無限ギアを作るために32回コールドヒューズします。あ、忘れてましたが、SDC 操縦桿を作る用の操縦桿を、3つほどコールドヒューズしておきます。SDC とは何かというと、床抜けした操縦桿を操作している判定にして、操作性を向上させることを指します。一つの操縦桿を操作すると他の操縦桿もリンクするので、操作の出力が倍得られます。また、SDC 操縦桿はその場から一切動かないので、接着する際はあらかじめセッティングが必要です。SDC 操縦桿は常に操作している判定のため、接着した瞬間強制的に起動してしまいます。そのため飛び立つ瞬間に接着するのが好ましいです。強制操作の状態を解除するには、SDC 操縦桿を外して普通の操縦桿に乗り降りするか、装置を叩けば止められます。無限ロケットを使用する際は、追加の SDC 操縦桿がないと、直進以外はまともに操作できないので、SDC 操縦桿は必須です。はい、バッテリーを無限化しておきました。そしたら光線の頭を無限化して当たり判定がない状態にします。おおむね光線の頭の先がモーターにめり込むように接着すると、うまい具合に車線が切れます。上から見てみると機重の栄光弾のようですね。SDC 操縦桿を減らして光線の頭を増やしてもいいかもしれません。当たり判定をなくしているので、こういう無茶な付け方が可能です。では先ほどと同様にロケットを無限化していきましょう。つける場所はどこでもいいのですが、できるだけ目立たないようにするといいと思います。今回は翼とビート板の間につけます。はい、こんな感じになります。
は問題なさそうですね。そしたら操縦桿をつけたい位置にセットしておきます。この辺りでいいかな。そしたらウルトラハンドで掴み高く持ち上げてキープします。下ろしたら戻れ子をかけて乗ります。できるだけ前へ行き十字キー左から縦欄を開きます。縦をポーチから出して A 連打で乗り込み、床抜けを確認した瞬間に B 連打でキャンセルします。操縦桿がセットしたい位置に戻ったら戻れ子を解除します。これで SDC の実行が完了しました。残りも SDC を実行していきましょう。それでは SDC 操縦桿を接着して発進しましょう。ロケットの推進力でも SDC 操縦桿が複数あると、操作性が目に見えて向上します。また、追加の SDC 操縦桿3つと、追加 SDC 操縦桿2つプラスプロペラで、操作性はほとんど同じになります。まさかプロペラで操作性が向上するとは思いもしませんでした。暗いところで飛行させるとより鮮明に線が見えるので、抵抗弾らしくてかっこいいと思います。ちなみに検査などは難しく、敵に当てるのは容易ではないです。このシーンは何度も撮ってようやく当たったシーンですね。本当はボコブリンが背負っている爆弾花を狙って、入爆させるシーンを撮りたかったのですが、何時間挑戦しても納得のいくものが撮れませんでした。正直攻撃が当たるかは運要素も強いと思います。実用性はなく、完全なロマン枠です。いかがでしたでしょうか？今回は機銃を再現した戦闘機を作成してみました。個人的にお気に入りのビルドを、このような形で消化できたのはとても良かったです。今回バグ解説を入れたのは、細かい注意点などを追加して解説するためです。以前のバグ解説では説明が不十分なところもあったので、わかりやすいように解説をアップデートした際には、こんな感じで解説を作り直そうと思っています。新式旧リンクのように新しい技術の際も同様です。さて、今回はこの辺で締めようと思います。コメントくださる方、とても励みになっています。チャンネル登録するかどうかはお任せするので、もう一本他の動画も覗いてくれると嬉しいです。それでは今回も、ご視聴ありがとうございました。